こんにちは。ヘアメイキャップアーティストの妙見です。高校生の頃に教師を目指して大学進学するために結構勉学に励んでたんですけど、放任主義だった母親から初めて教師はやめときなさいっていう風に言われて、でその当時ずっと教師になりたいと思って憧れの先生が中学校だったりとかにいたので、その先生を目標に目指してたんですけど、何をしたらいいんだろうってなった時に、たまたま行った美容室の方がすごく似合わせて素敵に仕上げてくださったので、そこから自分の心がハッピーになれたんですよね。見た目が少し変わるだけで毎日の日々の生活が結構変わってくるんだなみたいなのをすごい感じたのもあったりとか、あともう一つ、結構長年ニキビにすごく悩まされていて、どんなに頑張ってもニキビがもう治らなくて、顔中が本当にニキビだらけで数えきれないことのニキビに悩まされて、それがもうずっと続いてたので、結構心自体が疲弊してしまって、もう生きることに対しての活力すらなかったりとか、人と会うのにもやっぱり億劫になったりとか、そういう経験が結構あった中で、とある番組の中でメイクさんがたまたま出演されていて、コンプレックスだったりとか、その悩みの部分を傷だったりとか、そういうのをメイクでカバーしてあげるっていうことをされてて、それは着飾るようなメイクではないんですけれども、それをやった人の心が満たされてる感じをテレビ越しにすごく受けて、僕も感銘をそれに受けて、ヘアメイキャップアーティストっていう仕事って人の助けにもなるし、心をハッピーにする仕事なんだなっていうのをその時に感じて、自分もこのヘアメイキャップアーティストだったりとか美容の道を目指したいなっていうふうに思いました。はい、結構アシスタントについたことによってやっぱりスピード感であったりとか状況把握能力っていうのがかなり変わったなっていうふうには思います。もともと割と空間を認識して状況を読むってことは今までの経験でもあったんですけど、やっぱりプロのトップレベルの方たちのお仕事っていうのを目の当たりにしたことによって、さらに次の上のレベルというか、そういうところをしっかり見させていただくことができたっていうのは、今の自分の糧にすごくなってるなっていうふうに思います。僕まず専門学校、普通の美容学校に行ったんですけど、カットがすごく有名な学校だったんですけど、その中で僕はなぜかカットよりもヘアセットだったりとか、そっちにすごく興味があって、美容学生時代からそっちを結構頑張ったりもしてたんです。そして、美容師を経験して、やっぱりヘアメイキャップアーティストになりたいっていう思いで上京をして、お金もない中がむしゃらに技術とスキルを磨くために頑張って毎日練習もかなりして、美容師時代からもやっぱり練習をかなりしたくてたまらないみたいな感じで、休日ももう勉強みたいな感じでやってきた中で、なかなかヘアメイクにどうやったらなれるのかっていうのが分からなかったりとかっていうのがあったので、その当時働いてたところの社長だったり先輩が言ってくださることを結構やってたんですね。でその当時は割と僕もう講師の仕事をすぐに上京してすぐに会社の方からお願いされたりもしてたので、他の方にも教えさせていただいたりとか、あと外部のヘアメイクさんにも講習させていただいたりとか、そういう人に伝えて皆さんに技術を教えるみたいな仕事をさせていただいてたんですけど、僕はその経験があったからこそ今につながってるなっていうのをすごく感じるなと思います。まず僕が一番大事にしていることは、その方の心を満たしてあげること、寄り添いっていうところで言うと、やっぱりどういうメイクにするかっていうのはやっぱりシチュエーションだったりとか、
内容によって変わってくると思うんですけど、一番はその人の心がメイクをすることによって満たされるっていうのがやっぱり一番大事にしているところになります。2つ目はニーズに合わせて求められていることをしっかりと再現するっていうところを意識しています。やっぱり現場だったりとかその状況だったりとか常に変化する中で求められることっていうのは一つじゃないっていうところがあるので、こういうメイクにしたかったっていう事前にいただいた情報でも現場にいたら違う対応をしなければいけなかったって時にノーっていうのではなくて、きちんと臨機応変に何でもこなせるようにっていうところで僕はスキルを磨き上げるっていうところは常に意識して自分自身が成長し続けるっていうのを頑張っています。はい、僕の得意なメイクというのが結構僕が年齢層幅広く男性女性限らずさせていただいていることが多いので、オールジャンル対応できるっていうところがまず一つ強みかなと思います。そしてその方の魅力を引き出すっていうところで、内容はそれぞれ違うんですけど似合わせるっていうことを常に意識しているので、どういうメイクであってもその方が一番輝いて見えるようにっていうのをすごく意識して作るように心がけています。美容に関しては実際美しくなるっていうことって日常生活生きていく中では特に必要ないことかもしれないんですけれども、僕がなぜ美容っていう存在がすごく大事なのかっていうところで言うと、美容美しくなることによって自分自身に輝きが取り戻せたりとか自分の生きる力になってくれる、そういう存在であると思っているので、だからこそ日々自分自身とちゃんと向き合って自分を知るっていうところでもやっぱり美容と向き合うってことはすごく重要なことだなと思っています。いろんな辛い経験をしてきたからこそ自分自身がこの美容の力によってやっぱり生きる力をいただけたりとか、あと頑張ろうっていう活力につながっているので、美容を取り入れることによって自分に自信が持てる、そういう一つの魔法だと思っているので、僕はこの美容の魔法を使ってさまざまな方のお悩みだったりとか、あと、なりたい自分、将来の自分の生きる活力にしてもらえるように、心からハッピーで満ち足りるような人生を送っていただけるための一つのサポートを僕はヘアメイキャップアーティストとしてできたらいいなと思っております。僕は技術だけで言うともう一人でできるよねっていう状況からアシスタントに使わせていただいたこともあったので、正直アシスタントについた方がいいのかどうかっていうのはすごく迷いました。もちろんこれから駆け出しで目指す方は絶対にアシスタントについてやっぱり現場を知るっていうことはすごく重要なことなので、プロがどういう仕事をしているのか、一流の人たちがどういうふうに考えて何を思って仕事をしているのかっていうのは、その現場を肌で体感しないと感じ取れないことだったりするので、アシスタントにつくっていうことはすごく重要なことだなっていうふうに今でも思っています。インスピレーションが来るときは割と日常生活の中もありますし、やっぱりいろんな方との対話の中でお悩みだったりとか、こういう風にしたらいいなとか、これがやりたいんだけどうまくいかないとか、そういうのをプロ以外の目線で聞いた時とかに、じゃあこれ解決するためにはどうやったらいいんだろうとか、例えばこの流行ってる色を取り入れたいんだけれども自分にはやっぱり似合わないとか、入れ方雑誌みたいに真似してやっても自分にはどうせ似合わないから諦めちゃうみたいな、そういうところの諦めをなくしてほしいと思って、結構それを解消するためのものだったりとか、あとクリエイティブに関してはいろんな要素を考えたりとか、いろんな表現の仕方っていうのを自分の中で常にたくさん調べ事をするんですね。で、たくさんの情報を集めた中でそれを整理して、どれとどれを組み合わせれば一番見ていただく人に伝わるのかなっていうことを考えながらやるので、内容
パッと思いつく時もありますし、いろんな情報を集めていく中で、これもうちょっとこうしたらいいよねとか、これとこれ組み合わせたら面白いかもっていうような感じで結構考えたりしています。まず自分自身をしっかりと知るっていうところが一番最初に皆様にしていただきたいところかなと思っています。まず自分の魅力は何なのか、自分はどこをどうすれば綺麗に見えるのかっていうところを知った上で、トレンドだったりとかなりたい自分像っていうのに合わせてテクニックを取り入れていくと、真似じゃなくて自分らしさを残して輝けるようになってくるのかなと思います。いろんなコスメだったりとか常に最新のものがたくさん出てくる中で、やっぱりその作り手の思いっていうのがそれぞれあって、どれも絶対に私には合わないとかそういうことではなく、自分に合ったものを選ぶにはやっぱり作り手の思いを知るっていうところもすごく大事かなと思うので、僕は結構発表会だったりとか商品ご提供いただいて実際にお話を伺うと、その商品の魅力っていうのがすごくただ物を見るだけよりも自分の中にスッと入ってくるので、そういう機会をすごく大事に思っていて、やっぱりその作られている方の思いっていうのを僕自身がそれを取り入れてたくさんの人に届けていきたいなっていうふうに思っています。最後に、僕はこの美容を通して人生が大きく変わりました。この美容という魔法を使って皆さんの生活が豊かになるように、僕はこれからたくさんの情報をお届けしていきたいと思っていますので、皆さんもぜひ楽しみながら美容をチャレンジしてみてください。以上、みほけんでした。